はい、こんばんは、ボスケです。皆さん、今日はこのね、望遠鏡だとかカメラとかのカタログにコーティングって書いてあったりすることありますよね。そのコーティングについてのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。天体望遠鏡とかね、こうやってね、対物レンズをね、見てみるとコーティングがしてあることに気づくと思うんですけれど、どういったものかっていうと、わかりますか？このね、レンズからね、反射した光が緑に見えてたりしますよね。これがね、コーティングされているレンズです。まあね、この反射する光は緑だったり青だったりしますけれど、このコーティングにはどんな意味があるのかっていうのをこれから説明したいと思います。では前提として天体望遠鏡を例えますと、天体望遠鏡っていうのはこのレンズで光を集めますね。そのレンズで光を集めた光を見るわけなんですけれど、もしそのレンズで集めた光がここから漏れてしまったらどうなりますかね。せっかくね、口径なら 60mm あるところがちょっとね、光がもったいないことになっちゃうと思いませんか？ちょっとね、これご覧ください。はい、久しぶり出ましたね。これがレンズだと思って、これを光だと思ってください。このようにね、光がね、レンズから弾いてこのように漏れてってしまいます。光っていうのはね、波ですので、このようにね、壁にぶつかるとね、反射して戻っていくっていう性質があるんです。それだからね、先ほどのように光がね、レンズを弾いていったわけですね。実はね、コーティングされていないレンズっていうのは受けた光の 4% を反射します。そしてそのね、受けた光の表面の部分以外にもレンズの裏側からも反射します。つまりレンズが1枚あると 4%、4% っていう形でどんどんね、光の損失が増えてきます。さらに普通の望遠鏡っていうのはね、接眼レンズもいりますので 4%、4%、4%、4%、4%、4%っていう形でね、どんどんね、光を損失していくわけなので、このね、コーティングっていうものがされているわけなんです。じゃあそのコーティングの効果っていうのをちょっとお伝えしましょう。そのコーティングの効果っていうのは、いわゆるね、こういった緩衝材みたいなものです。この緩衝材をレンズに塗ることによって反射をね、すごく抑えるっていうね、ことです。これがね、コーティングの役割です。ただね、実際クッションのようなね、柔らかいものを塗るわけじゃなくって、波というのはこのようにね、膨らんだ部分と谷の部分ができますよね。反射する波も山の部分と谷の部分がもちろんできますが、そのね、反射する波をあえてね、2つ作って、一方はこういう波、もう一方はこういう波をね、わざと作ります。そうするとね、相殺し合って、これは干渉と言うんですけれど、相殺し合ってね、波がね、打ち消されるんです。そして波が打ち消されると、このようにね、全く波が立たない状態になります。こうすることで反射する光を抑えているわけなんですね。じゃあね、その真逆の位相の波を作るためにどうするかっていうと、実はね、もう一枚壁を作るんです。壁がね、1個だけだと跳ね返っちゃうんですが、壁をね、もう1個作ることによって、こっちで反射された波とこっちで反射された波がちょうどね、真逆になるように位置を決めてやれば、このようにね、水平になるっていう仕組みなんですね。今ね、2つの波がお互いね、打ち消し合って波がね、なくなった状態になりました。そうするとね、もちろん光が発生しないっていうわけになるんですけれど、じゃあね、そのエネルギーは一体どこに消えちゃったのかっていうお話をしますね。当然ね、来た光を打ち消すっていうね、ことはね、できないんです。その光は何らかしらどこかに行く必要があるんですけれど、じゃあどこに行くんでしょうかっていうのをちょっとこの VTR でご覧ください。はい、この映像はね、今回のために潮吹岩というね、東北地方にある名所のビデオをお借りしたものなんですけれど、皆さんね、磯浜行って波がね、パチャーンってね、しぶきを上げてるの見たことありますよね。
実は波っていうのは壁がね1枚だったらそういうことが起こらずにそのまま跳ね返っていくんですけれど、磯浜のように岩がね何枚かあると波をね打ち消す反射波が発生して行き場がなくなった波がこうやってねパチャンってね弾くようなシーンをお見かけします。実はね波っていうのは反射波がね打ち消されるとまたね元の方向に戻ろうという力が働きます。でこのように海の波っていうのは岩をね貫通することができませんので、そのエネルギーは上に向かっていきます。ですのでこのようにバッシャーンってね跳ねるわけなんですね。はい、ここでもしね波が100あったとします。その100あった波が反射するときに0になった場合、100のエネルギーが0になることはできずに、この100のエネルギーがまたねさらに進んできた方向に向かっていってどこかにね放出されるっていうのをエネルギー保存の法則と言います。で海の波の場合は岩があったために貫通できずに上に行きましたよね。じゃあレンズの場合はどうでしょうか。はい、それではね皆さんの想像通りだと思いますが、レンズにやってきた光はここでね反射しようと思ってできないと分かったらまたねこっちの方向に行きます。レンズっていうのはもともとね透過性のあるねものですので、海の波と岩だったらねこうやってバシャーンっていきますが、レンズの場合はそのままね通過していきます。はい、ということでコーティングの効果はお分かりいただけたでしょうか。100ある波を100通したいというねそういう目的なんですね。ただで実際は100あるものが100通るわけにはいかないです。そこまでねすごいコーティングがないので、だいたいね 98% から 99.8% ぐらいの光を通します。でそのね数値のばらつきっていうのはねこのコーティングの仕方にもよりますね。でねこの光の透過率を上げるために各メーカーさんはこのコーティングをね1回なのか3回なのか7回なのかっていう感じで何回かね重ねることで透過率を上げるっていう工夫をされています。でこのね入門者用の望遠鏡によく見られるのが単層コーティングっていって1回コーティングされているものです。よくねモノコートとかマゼンダコートって言われるものですね。そしてねある程度上級の望遠鏡になれば透過率をねより上げるためにコーティングをね何層にもかけているわけなんですね。そしてねその何層にもコーティングがされているものは多層コートとかマルチコートって言われますね。はい、ここまでおさらいしますと、何もコーティングされていないねレンズは 4% 跳ね返します。で1層コート、モノコートの場合は 1.5% ぐらい跳ね返します。で何層かにねコーティングされたものは一番上級なものではだいたいね 0.2% ぐらいって言われてます。そのような違いがあるわけなんですね。はい、それではね双眼鏡のカタログとかに特に多いんですけれど、同じマルチコートでも単にねマルチコートって書かれているものとフルマルチコートって書かれているものがあると思います。その違いっていうのは、ただのマルチコートっていうのはこのねレンズのどこかの面にマルチコーティングがされてある場合で、フルっていうのはレンズのね全ての面あるいはプリズムの面も全て、そういうのはパーフェクトマルチコーティングって書いてある場合もあるんですけれど、そういう場合に使われます。当然のことながらマルチコートよりはフルマルチコートの方が透過率がアップします。ではね最後1問問題を出しますね。この双眼鏡はこのね対物レンズの表面と裏面どっちがマルチコーティングされていると思いますか。実はねマルチコーティングされている面っていうのはこのね緑色の面です。で今ね同じ蛍光灯の光が映ってると思うんですけれど、大きく映っている方の光は実はね裏面から反射した光です。ですのでこの双眼鏡は裏面にマルチコーティングがされているっていうことです。でねマルチコーティングだけではなく、こういうねモノコートの場合も大抵ね対物レンズの裏側にコーティングがされてあります。これもね裏側コーティングですね。実はね表面で反射する光っていうのはね確かに光量はね損失するんですけれど、あんまりねこの反射した光っていうのはね無害なんです。もう放出されるだけですので。ただねこの裏面で反射した光っていうのはさらにこうやってね反射して
中でね乱反射を起こすねちょっとね有害な光になるので、コーティングを優先的にね裏側にしているってことなんですね。ですのでだいたいねコーティングが片側っていう場合は裏面にコーティングがしてあるってことです。あとねもうカメラのね高級な望遠レンズのようなものはねもう全ての面にねやっぱりコーティングがされてますね。十何枚とかレンズが入ってるわけですからね、もう全ての面にコーティングをかけないとどんどんね光が損失されていくっていうわけですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は同じね口径なら口径の望遠鏡同士でもコーティングの仕方によって最終的に集められる光が違うっていうお話をさせていただきました。今後同じ口径でも分解能に差がつくのはなぜかっていうお話もさせていただきたいと思います。それではまた皆さんよろしくお願いします。それでは。